こんにちは。お元気ですか？今日は5月30日の土曜日ですね。今日もね、さっきまでコーヒーを飲んでたんですけれども、今日はね、コーヒーが美味しく入れられてよかったなぁなんて思いながら飲んでました。コーヒーね、毎回美味しいんですけれども、結構ね、その日の入れ方によってね、ちょっと失敗だ、美味しくないとまでは言わないんですけども、ちょっと味的に全然よく入れられなかったなとか、そういうのもあるんですよね。で、いつもね、この動画にこう入れてるところをアップしてるじゃないですか。で、結構ね、この映像を撮りながらだとね、どうしてもこう集中力がね、ちょっと違うこととか考えちゃったりとかして、なんかね、結構失敗するパターンが多いんですよね。言い訳みたいなんですけども。だから本当はね、動画に撮ってない時の方が美味しく入れれることが多いです。で、まあいいや、それはいいとして、最近ね、ちょっと私自分の舌がねバカになったのかなって、ちょっと心配になってたんですよね。この味がね、舌がバカになってうまく取れないのかな、味が取れないのかななんて思ったりとかして。っていうのも、ここ最近ちょっとコーヒーを入れてもね、いまいち味がっていうことが多かったんですよ。で、私今までね、ずっと同じところからコーヒー豆を買っていて、本当はね、いろんなとこから買いたいんですけれども、そこがね、ちょうどこう値段もそこそこ購入しやすくて、豆の内容もいいし、ネットでね、すぐお届けしてくれるとかね、そういうのもあって、そこを便利に使っていたんですね。で、私がこっちに引っ越してきてから早5年ちょっとなんですけれども、もうね、だからね、そこもいつもそこしか買ってないぐらいね、あのいつもそこで買ってる豆、つまりずっと同じ豆のものを飲んでたんですよね。本当はたまに違うの飲みたいんですけども、値段的にちょっとコスパがいいのと、もちろん内容もいいのと、ちょっといろいろ調べたりするのがなんかそこまで元気がないっていうかね、なんかそういうのもあって、ついつい同じのを買っちゃってたんですけれども、もしかしたらつい最近ね、一回ちょっと違うところでネットでね、買ったのがあったんですよ。どうしてもね、こう飲みたいタイプのコーヒー豆があって、いつも購入しているところではちょっと置いてなかったんで、ちょっと別のところのを買ったんですけども、もしかしたらね、一回ちょっと別の豆を飲んだことによって、ちょっとね、この今まで飲んでたコーヒーのその違いみたいのあれで、あれ前よりちょっとあれかななんて思うようになったのかななんてちょっと思ったりしました。ただね、私結構コーヒー入れる時の入れ方がもう最近雑になってたんで、雑にっていうのはちゃんとこうロジカルに考えずに、こんなもんでしょみたいな感じでやってたっていうのがあったので、確かにね、入れ方は雑になって美味しくきちんと適当に入れてる感があるから、それもあるんだろうなっていうふうに思って、最近はね、実はちょっとメモ取ってたんですよ。この自分がこのコーヒーをどういうレシピで入れてるのかっていうのを毎回メモを取って、でその味の感想とかを書いて、その次回同じ豆で入れる時にその前回の味の感想とかそのレシピの内容を見直して、この味をもうちょっと調整するにはこうしたらいいんじゃないかっていうのを、その味のメモのところに書いてあったんですよね。でその次回このコーヒーを入れる時に、その通りにこうレシピを調整するっていうのをやってたら、ちゃんと今回は美味しく入れれたんで、自分の舌が美味しいって感じれたんで、よかった、私の舌バカになってたわけじゃなかったのかもしれないと思ってねちょっとほっとしたんですよね。
で、なんかこの私の舌がバカになってるかもしれないって感じた要因はもう一つあって、歯磨き粉なんですけども、私歯磨き粉を買うときね、歯磨き粉にはいろんな種類があると思うんですけれども、いろんなフレーバーもついてるじゃないですか。ミント味とかフレッシュミント味とかなんちゃら、大体なんとかミントっていう味だと思うんですけれども、あの私歯磨き粉を買うときは一番こう刺激の少なそうなシンプルなミントを買うようにしてたんですね。そうそう。だけど、この前、なんとなく、ちょっと一回試しに、こう絶対今までだったら買わないっていうやつを買ってみよう。買ってみたらどうなる、どんな感じなんだろうっていうのを、ちょっと試してみて、歯磨き粉って言ってもね、って言ったら、言うても300円とかじゃないですか。一般的な歯磨き粉はね、もちろん高いのもありますけれども、なので今までだったら絶対に買わない種類の歯磨き粉、ハニーレモンなんちゃらとかね、そういうなんかこう味がしっかり、味っていうかフレーバーがそうやってついてるやつを買ってみたんですね。でそれで一回歯磨きしてみたら、ちょっとうってなって、うわ、なんだこれ、この香り、この人工的なこの香りとか、この味の感覚とか、うわ、ちょっとダメだわ、苦手だわと思って、もしかしてこれ、この一本使い切るの辛いなーなんて思いながら、その歯磨き粉でハニーレモンなんちゃらで2、3回磨いたんですよ。で2、3回磨いた時点で、どうしよう、これ捨てようかなって思ったんですね。ちょっともったいないし、お金がもったいないのもあるし、その物をねこう粗末にするっていう罪悪感もあって、でも捨てちゃおうかなって悩んだんですけど、悩んだ末そのまま使い続けたんですよ。で私歯磨き粉を常時2種類置いといて、その時の気分でその2種類のうちのどっちかを使うっていう生活をしてたんで、毎回毎回そのハニーレモンなんとかっていうのを使わなくても済むんですね。今だったらこのハニーレモンいけそうみたいな。だから寝起きとかは絶対ハニーレモン使わないですね。大体お昼ですね、使うの。あと寝る前とかもなんか嫌だからハニーレモン使わないんですけど。そうそう。だからそんな感じで、使ってたら、使ってるうちに、最初の、うわ、これ無理っていう感覚が慣れてきちゃったんですよね。で、その慣れてきたことによって、私は逆に、ちょっと不安を覚えたんですよ。なんか最初、うわって思ってたこの感覚が、舌とか鼻とかそういう部分が慣れてバカになっちゃったんじゃないかと思って、すごいこう、なんていうか、大丈夫か私のこの味覚センサーみたいな、そんな気分になって、そうそう、人間ってこんなにすぐ慣れてしまうものなのかというのに、ちょっとこの危機感を覚えたっていう感じなんですね。で今そのハニーレモンなんたら半分くらいは使ってあるんで、多分最後まで使うとは思うんですけども、でももしかしたら場合によっては最後まで使わずにちょっと捨てちゃうかもしれないんですけども、ただもう結構もう使ったっていう感じなんですね。でその歯磨き粉が最初は上って思ったのが結構慣れちゃったっていうのもあって、そのコーヒーがね最近ちょっと美味しくないというか、味がきちんと出てないというか、この味が自分の舌で取れてないのか、コーヒーのそのもの自体が美味しく抽出できてないのか、もしくはもともと買っていた豆のクオリティが下がったのかとかね。ただこの歯磨き粉関連もあって、私の舌がバカになったかもしれないっていう、ちょっとやばいなっていう危機感を覚えたんですけども、その日々ちゃんとメモを取ってこのレシピを調整することによって、今日美味しく入れられたので、ちょっとほっとしたというかね、私の舌は、もしかしたらちょっとは鈍ったかもしれないけど、いや鈍ったってわけじゃないか。このハニーレモン1個だけで鈍るっていうよりも日々の生活の積み重ねなんで、そのハニーレモンにそんなに破壊力があるわけないと思うのでただ下は今のところ今まで通りだから
良かったなっていうふうに思ったんですよね。で、さっきも言ったようにね、最近はコーヒー入れるの雑になってたんですよ。最近というよりも、なんていうか、ここ5年ぐらいこっちに引っ越してきて、今の、無職生活、無職生活をし続けて、今はちょっとずつリハビリとして自分でどうにかちょこちょこお金を収入を得れるようになってきたっていう、そういう期間なわけなんですけども、その5年間ね、全てのことがもういろいろエネルギーがないから、適当にやってたわけですよ。昔だったらね、ちゃんと毎回毎回そのレシピはメモしてたんで、ちゃんと精度高く美味しく入れれるようにはしてたと思うんですけども、最近は感覚でやってて、前こうだったから、次はこうした方がいいなっていうのはなんとなく頭に残ってても、毎回毎回同じコーヒー豆使うわけじゃないんで、だいたい常時4種類こう家にストックしてて、その日の気分で今日はこの豆にしようみたいな感じで飲んでたんで、前回その豆を使って入れた時どうだったのかっていうのがね、ちょっとね覚えてられないんですよね。で結局また同じように入れちゃって、この微妙にこの100点満点中70点とか60点の味が続いちゃうとかね、そういうのがなんとなく続いちゃってたんだと思うんですね。そうそうで、私もね、この今の生活、引きこもり生活に入って、5年ちょっとぐらい経って、もう今では自分でちょっとずつ収入もね、お金もちょっと収入の額は別として人並みの生活を営める状態に戻ってきてはいるので、誰にも会わない引きこもり生活っていう部分ではまだ戻ってないかもしれないですけど、元気がね。そうそう。ただね、コーヒーのレシピをきちんとこうちゃんと入れるきちんと入れるっていうぐらいはできるようになってきたので、それはね、今回の味があんま美味しくないかもっていう、舌がバカになったかもっていうハプニングを機に、ちゃんとこのメモを取ろうっていうふうに思いました。ちなみにね、この今日飲んだコーヒーはって思った味から3回目ぐらいで、今日はレシピ的にはねある程度調節できて、そこそこ美味しく入れれたからなっていうふうに思いますね。で一番大きな味の変化の要因としては、コーヒーを入れる時のお湯の温度がちょっとやっぱり前々回は低かったかなっていうふうに思いますね。ちなみにコーヒー豆は中入りの豆を使ってたんですけれども、中入りの中でも中深入り寄りっていうか、この中入りとか深入りとか中深入りとかいうのはその人の感覚なので、ちょっとあくまで私の感覚での中深入りとかね、そういう話なんですけども、その豆の焙煎度がね、中入りの中でもやや中深入り寄りくらいだなと思ってたので、油温をねある程度こう低めの油温で入れてもいいのかなって思って、低めでじっくり入れたんですよね。一番最初はね85度ぐらいで入れて、でその2番目はね、今度は抽出時間をちょっと長めに2分ちょっとぐらい取ってみようと思ったんで、逆に温度はちょっと83度っていうだいぶぬるめにしたんですよね。そしたらそれがね美味しくなかったんですよね全体的にちょっと味が薄いみたいなね。そのメッシュはで逆にメッシュ粒度コーヒー豆をひいた時のこの粗さ、細かさ、細さはちょっとやや細めにしたんですよね。だから油温が低い代わりにじっくり入れようと思ってやや細引きにして、抽出時間も2分10秒ぐらいっていうやや長めにしたんですけれども、
そしたらね、味がね、全然こう、酸味とかね、そういう華やかさも全然なく、なんとなくこう、コクとか、その、後味の余韻とかね、ボディ的なものもあまりなく、全体的になんか薄みたいな感じで、なんかメッシュ結構細かめにして2分以上かけて抽出したのに、なんか、あんま美味しくないな。これ、どういうことだろうと思って、なんか、そうそう。それで、でもそこそこ深入りってほどじゃないんですけど、中入りの中深入り寄りとかなんで、これぐらいでもいいかなと思ったのになーなんて思いつつ、で、結構このメッシュを細かくしても、全然えぐみとか苦みっていう部分は逆に全然出てなかったので、メッシュの細さはこれくらいを保って、温度を上げようかなと思って、それが今日だったんですけども、メッシュは気持ち若干もうちょっとだけこう細くなくして、で油温の方は91度にして、抽出時間は1分50秒ぐらい。そうそう、だから油温をだいぶ上げて、で抽出時間も前回より20秒ぐらいかな、早くしてっていう風にしたら、今回はね、すごくバランスの良いいい感じの味になりましたね。で、ちなみにこの抽出後のこのいわゆる残り汁みたいなやつね、カップには落とさないやつの方にも全然苦味とかえぐみとかもなかったので、そこそこ細引きにしても油温高くしてもこの部分では結構いけるかなっていうふうに思いましたね。やっぱり深入りではないので、こういう苦味的な嫌なえぐみみたいのもちょっと出にくいし、逆にね、浅入りとかだとこのなんていうか、この嫌な植物のこのえぐみみたいのが結構出たりとかするんですけども、場合によってはこれちょっと焙煎ミスじゃないかなって思うのも出たりとかするし、入れるのも難しいんですけども、中入りぐらいね、中入りとか中深入りくらいとかってすごく入れるのも簡単というかね、狙いやすいので、味が、そういう意味では単純にこの油温をね少し高めにして、しっかり味も出てよかったなと思いますね。前回感じられなかった酸味がね、きちんと感じられて、で、酸だけこう強く感じるわけじゃなくて、ちゃんとすごくこうコクがあって、ボディがある感じで、そのいろんな味が合わさってすごくこう美味しいって感じなんですよね。だからすごくこう酸味が強いなとかいうのは感じないんですよ。他の味があるから結果的に酸味が感じないだけで、でもしっかり酸味があるっていうのを感じるので、それがこう酸が強烈に感じるわけじゃないけど、しっかり酸もあるけど他の味とも、混じってるから、結果的にその酸がまろやかに感じるというかね。だからすごくこう飲み応えがあって、その後味の余韻がね、そうそう、余韻で酸がいい感じに残るっていう感じで、すごく美味しくバランスがよくね入れれたなっていう感じ。なんかこのいろんな味がしっかりと詰まった一杯になったなって思いましたね。逆に前回はね、なんか薄いっていう感じだったんですよね。そうそう。で、ちょっと油温を上げたことによって、特にね、前回酸味が全然感じられなかったので、酸がね、そこそこ多く出たっていうのもあるんですけども、別に酸味っていう成分がね、油温が上げると特別多く出るってわけじゃなくて、油温を上げるとね、イメージとしては酸味だけじゃなく全体の味が多く出るっていう感じなので、そうそう、だからね、それがね、今回の焙煎度にはね、91度ぐらいっていうのがすごくマッチしたんだろうなっていうふうに思いますね。なのでこれが焙煎度がもうちょっとね、もうちょっとこう黒い豆、この焙煎が進んだ豆とかになると、この91度とかだと結構嫌な苦味とかね、そういうもう出ちゃったりとかして、全体のバランスがあれになるので、ちょっと低めでじっくり入れた方がいいかなとは思うんですけども、そうそう、今ぐらいの焙煎度だったら、私のイメージ的にちょっと結構焙煎が中入りでもやや中深入りくらいになってるかなと思ったから、少し
こう低めの温度でいいかなと思ったんですけど、前回のと比較してみるとね、いやそうでもないなっていうのがこの目で見て数字で見て分かったので、こうちょっと高めにしてよかったなっていう感じですね。そうそう、それと今私90度とか83度とかなんかそういう数字で何度って言っちゃってますけど、これってその人が持ってる温度計とか測り方とかそういうのによって違ってくるので、こう一般的にこれ何度がいいとかそういうのとはちょっと違いますっていうことはちょっと言っときたいなと思いますね。これ別に一般的なデータとしてこう測ってるものじゃなくて、私が持ってる器具の中で私が使ってるものでこれくらいの温度だと美味しいとかね、そういう自分だけのために取ってるデータなので、私が使ってる温度計とかもね、普通の料理用のやつなので、それがね、例えば今日91度って言いましたけど、本当にそのお湯が91度だったかどうかなんてどうでもいいんですよね。その温度計で同じように測った時に、前回は83度だった。で、今回は91度だった。だから前回よりも何度違うっていうね、この比較としての差が分かればいいだけなので、他の温度計を他の器具を使って他の環境でやった人の91度とはちょっと意味が違いますよっていうのだけは言っときたいなって思いますね。その測り方とかね、とかでも全然やっぱ違ってきちゃうし、温度計そのものが違っても違うし、あとは何だったらその温度計をこのポットの底の部分に当たってたりとかすると、油温っていうよりもね、そのポットのその鉄の部分の温度測っちゃってる時もあるだろうし、なんだったら油温ね、上と下だったら上の方が高いし下の方が低いしとかね、そういうのもあるので、本当に正確に測りたい人はね、その専用のね、ちゃんとこう引っ掛けて同じ高さの部分で測れるようなのとかあるんでこだわりのある人のはね、そういうの買えばいいじゃんって思うんですけども、私はね、別に自分が美味しいって感じれる一杯を入れればいいだけなんで、それは全然必要ないっていう感じでございます。そうそう、ごめんなさい、ついコーヒーの話を広げてしまっちゃってあれなんですけど、とにかくね、私の舌がバカになってなかったっていうのは良かったなっていうふうに思いましたね。ただハニーレモンなんとかっていうフレーバーの歯磨き粉はもう買わずに、今後もすごく一番シンプルで刺激の少ない普通のミントみたいのをね、買いたいなとは思います。で、本当だったらね、私がもうきちんと人並みの収入があれば、歯磨き粉もね、ちょっといいやつ買いたいんですよ。その5年前のね、サラリーマンやってた時代は、歯磨き粉はね、ちょっと1000円くらいかな、1200円くらいかな。ちょっとボタニカルなんとかっていう気に入った歯磨き粉があって、その歯磨き粉をずっと使ってたんですけども、さすがに無職生活になってからは、1本1000円以上する歯磨き粉とかは、ちょっとさすがに敷居が高いというか無理と思って、普通の歯磨き粉に変えちゃってるんですけれども、ただね、歯磨き粉ってその1本買ったら1ヶ月くらいかなは使えると思うので、ある意味そんなに悪いものではないというか、いいお金の使い方かなっていうふうには思うんですね。その歯磨き粉ってやっぱりこう直接口に入れて食べるものではないので、その体にいい悪いっていうほどじゃないかと思うんですけども、私的にはね、この舌がバカになるっていうのが一番ちょっと嫌だなと思ってるので、あと単純に歯の健康っていうのを考えても、やっぱりちょっと高い歯磨き粉の方がいいですね、使った感覚そうそう、だからある意味そこにお金を使うのはいいお金の使い方じゃないかなって思ってるんですけども、今みたいにちょっと人並みに収入がない私にはちょっと無理っていう感じで1本200、300円の歯磨き粉をね、ちょっと使ってるんですけど、いつかまた1000円くらいの歯磨き粉が使えるようになるといいなって思いましたね。そうそう、だから私の舌がバカになるっ
っていうのはちょっとやっぱ今後も嫌だなって思うんですよね。私やっぱり食べるの大好きなんで、できる限り自分の寿命を全うする最後の時までね、美味しいものは美味しいと感じていきたいんですよね。で、この生活のこの相棒であるコーヒーもね、美味しいと感じれる舌をしっかりとキープしたまま最後まで美味しいコーヒーが飲みたいなっていう気はするんですよね。そうそう。でやっぱり私が普段からなるべく添加物をなるべくできる範囲で取らなくしようって思ったきっかけというかね、その動機はやっぱりコーヒーですよね。コーヒーの味を舌できちんと取れるっていうのが一番大事だと思ったので、舌を鈍らせないように、お味噌汁とかね、そういう顆粒だしとかね、そういうものは一切もうやめましたし、調味料とかもね、なるべくその添加物とかね、そういうのが入ってないもの、あとは人工甘味料とかもね、もうそういうのは取らないっていうふうに決めて、100% は無理なんですけども、できる範囲で日常的に摂取するもの、このお味噌汁の時のだしとかの顆粒だしをやめるとか、調味料はなるべくそういうものが入ってないものを選ぶとかね、まずは日常でやって、それで娯楽として普通にお菓子とかは食べるのは OK とかね、そういうのはしてますね。そうそう。あくまでその嗜好品っていうことですね。そういう添加物とかが入ってるものとかね、このジャンクなものとかね。そうそう。それでなるべく舌を美味しいコーヒーをね、美味しいのかそうじゃないのか、この味は何なのかっていうのがきちんと取れるようになっておかないと、美味しいコーヒーを美味しく楽しめるんですけども、より美味しいものをより美味しいと感じる舌があった方がいいじゃないですかって思うので、なのでよくね、昔はそのカッピングとかを結構してたんですけど、カッピングってね、いわゆるコーヒーのカッピングっていうのは日本酒でいう利き酒みたいなもんですね。利きコーヒーですねで、いろんなコーヒー豆をこの利き豆するわけなんですけども、ただ私が個人的にやってるカッピングっていうのは、いわゆるコーヒー業界でいう一般的な豆をきちんと吟味するためのカッピングではなく、飲むためのコーヒーの液体がどんな風に入れられたかなっていうのを舌で確認するためのカッピングなんですよ。ごめんなさい、何言ってんだって感じなんですけど、一般的にコーヒーでのカッピングっていうと、例えば要は職業的にプロの人とかがですね、その豆がどういう豆かとかね、その出来はどうかとかね、そういうのを判断するために行うもので、一定の基準のやり方としては、そのコーヒー豆をひいて、このカッピング用のそのカップの中にいろんな種類の入れて、で熱いお湯を決められた量を注いで、それでちょっと経って、だから豆が中に入ってる状態でこさない状態でですね、それでスプーンでねスッとやって、その味を確認するっていうやつで、いわゆる飲むためのコーヒー液体のものをカッピングするわけじゃないっていう感じなんですけども、私がやってたカッピングは、その一つの豆の種類とかをいろんな入れ方をして、だからレシピを変えてってことですね。さっきみたいに温度変えたりメッシュ変えたり時間変えたりとか、そのグラム数変えたりとか、豆のねグラム数変えたりとか、そういうふうにレシピを変えて、その味の抽出された味がどう違うのかっていうのを個人的にカッピングしてたっていうことですね。それで入れ方のこのデータを自分なりにとって、この豆はこれくらいのこういうレシピがうまい、美味しく入れれる、これだとこういう味が引き立つとかね、これだとえぐみとかそういうのがこれだけ出るとか、あとはその
同じ豆でもその焙煎から何日経った時のエイジングが何日経った時が一番これはうまいと。ただ季節的に今は今の気温は何度ぐらいの季節のシーズンは春だから、その場合のエイジングの何日目とかそういうのを全部記録して、より自分がそのコーヒーの液体としてどううまく狙った味が出せるかっていうのを記録しとくとね、自分にとって一番美味しいコーヒーが飲めるよっていうレシピが出来上がるわけですね。そういうのは結構やってましたね。でそのカッピングする時とかは3日くらいはね辛いものとか食べなかったですね。3日以上かな、1週間くらいはなるべく辛いものとか刺激物とかは食べないようにしてましたね。やっぱり結構細かく繊細な味を取らなきゃなんないじゃないですか。そうするとこのベロのね下の上にあるこの味を感知する味蕾っていうベロの上にあるこのブツブツみたいのがあるんですけども、辛い料理とか食べるとそれが潰れるっていうのかな、ちょっと潰れちゃうんですよね。なので日常生活ではそんなに普通の料理食べてる分には感じないかもしれないですけど、多分ね細かい味とかはねちょっと感じ取れにくくなっちゃうんですよね。だからこのカッピングちょっと今週末くらいにカッピングしようとかね思った時は、その週はなるべく辛いものとかは食べないように、もちろん前日とかはね絶対食べないようにはしたりとかはしてましたね。で添加物とかもね結局舌がバカになる大きい要因なので、そういうカッピングとかしてるうちにね徐々にやっぱり添加物とかが減らしていってっていうのがあったので、やっぱりもともとね健康を気にするっていうのもあったけども、きっかりそういうのを日常生活からなるべく排除しようって思ったのは、コーヒーかなっていうふうに思いますね。だからそれがもう習慣になってるので健康にも良かったから、コーヒーのおかげで私はもしかしたらその 5% ぐらいはね健康になってるのかもしれないっていうふうに分かんないけど思ったりとかしてますね。なのでこれは私の趣味の一環でやってることなので、この周りの人にね絶対にこの添加物とかやめた方がいいよとかそういうのは言うつもりはなくて、私とかもねコンビニのアイスとかねスナック菓子とかねそういうのを娯楽としてちょこちょこ食べてたりするので、それは全然いいと思うんですけど、私がねもしコーヒーに関する職業人としてその仕事でやるってなったらね絶対私もっと完璧を極めるタイプだと思うんですよね。なので私はなんていうか自分が一番好きなコーヒーを美味しく飲みたいなっていう延長でやってて、それが結果的にもしかしたら自分の健康も少し助けてくれてるんだったら嬉しいななんて思ったりするんですよね。そんなこんなでそのコーヒーに関してちょっと今日はねその自分の舌がバカになったんじゃないかっていうのをねちょっとドキッとしたけど、単純に私の入れ方が雑になってただけだったっていうのが分かってね、今後も、せっかくこのコーヒー豆売ってくれてるロースターさんとかがね美味しくコーヒーをね焙煎してくれたりとかしてるので、せめてそれを抽出する私もねその豆のポテンシャルを極力出せるようなね美味しいですねっていうねコーヒーを入れてあげるのがちょっと礼儀かなって思うのでねちょっとまたレシピを簡単にメモ取っていこうかなこれからもって思ったりしますね。でちょっとずつねレシピを書いてるうちにそっか私もう5年前とかはねもうコーヒーのことも考えれるこの元気もなかったけど、今だったらちょっともっといろんなコーヒー屋さんを試そうとかねそれくらいのエネルギーは徐々に湧いてきてるので脳が考える元気がそれくらいは出てきたので、ちょこちょこっとねいろんなコーヒー屋さんの豆を買って行ってみようかなっていうふうに思ったりしましたね。
でなんか今日はその舌がバカになったということを考えて思い出したんですけども、なんか人の舌って本当に人それぞれなんですよね。例えば私がこのコーヒーめっちゃ美味しい、これ私の好み、すごく美味しいって言っても、人によってはこのコーヒーのこの味あんま好きじゃないなっていう人もいれば、このコーヒー美味しいね、私もこのコーヒー好きって言ってる人でも、例えばこう言っちゃなんですけど、その人が少しバカ舌で、そのバカ舌になるような食生活を普段送ってて、で美味しいって言ってもその味があんまり取れてないけどっていうパターンもあったりするわけじゃないですか。で人によってはこのコーヒー美味しくないなって思うのが、いやこのコーヒー美味しいよって思ったりとか、なんか好みっていうのもすごい本当に人それぞれで、それを考えた時に、いや飲食店の人めっちゃ大変じゃねっていうふうに思ったんですよね。コーヒーとかね、そのカフェに限らず、お料理屋さん、普通の食べ物屋さんとかもね、すごくこう美味しく作ったけれども、やってくる人のほとんどが結構バカ舌だったらそれを美味しいと感じれないとかね、そういうのもあると思うんですよね。そうそう、なんかもちろん客層とかにもよるかもしれないですけども、そうするとやっぱりそのお店屋さんは結局はこの売り上げを上げないと、商売上がったりになっちゃうので、客受けというか、客の下に受ける、大多数のお客様の下に合う料理っていうのを作っていかなければならないっていう風になるので、例えばそのオーナーシェフとかがめっちゃこだわって、こうで、このちょっとした味付けがこうですごくこれはうまくできたと思っても、それをお客さんに出した時に、なんかこれ味が薄いしみたいな、要はこのちょっとしょっぱめの味がしっかりしょっぱくないと美味しく感じないとかね、濃い味に慣れちゃってとかね、そういうのもあると思うので、あとは添加物の旨味成分とかに慣れちゃったりとかね、そういうのもありますよね。だからそうすると結局美味しくないから、自分の下にあったお店に行くから、そこはねこうっていう感じになっちゃうとかね、あるじゃないですか。だからそれって難しいもんだなって思うんですよね。そう考えるとやっぱり家庭料理とかで自分が美味しいって感じるものを作ってくれる人がいるっていうのが、もう本当に最高のシェフなんじゃないかなって思いますね。だからお家でね、奥さんとかがいつも美味しい料理作ってくれる、自分のこれ美味しいって聞いてくれて、美味しいよって言ったり、自分はもうちょっとこういうの方が好きだなって思ったら、それに合う料理を作ってくれたりする奥様とかね、場合によっては旦那さんの方が作ってるかもしれないので、奥様とか旦那様とか、ご家族がねいらっしゃったら、本当にそういう人にね感謝した方がいいって思いましたね。そうそう、だから自分にとっての美味しいをちゃんと考えて作ってくれる。でおそらく家族だからね、体に良いものとかをね作ってあげようとか、そういうもあったりとかすると思うし、だからねお家の中でその料理を調理してくれてる方はね、本当にありがたいなって思ったりしました。私の場合は一人暮らしなんでね、自分なんですけどそうそう、あとそのバカ舌っていうので、ちょっとそのさっき言ったレストランでも食べる人がちょっと本当にバカ舌っていうと申し訳ないんですけど、別に私がそのすごいいい舌を持ってるわけでもないので、私だってねアイスとかせんべいとか結構好きで食べますし、そうそう、それでちょっと一個なんで世の中のこのお客さんに合わせるのが大変だなって思ったのかっていうと、2年前3年前ぐらいかな、私がこの社会復帰のリハビリとして飲食店で居酒屋さんで週に2回ぐらいバイトしてた時があるんですよ。週2ぐらいの自分なんか無理しないペースで週2回だいたい1回5時間ぐらいだから週に10時間ぐらい
すごいゆるゆるとバイトしてた時があるんですね。で居酒屋さんだからこう調理して物を出したりとかして、調理補助みたいのも私やってたんですけども、そこでまかないが出たりとかするんですけども、まかないっていうか決められたまかないじゃなくて、たまにそこの大将が気まぐれで何か作ってくれて食べていいよみたいなお客さんが少ない時とかね、作ってくれたりとかして、すごいそれもありがたくてすごい美味しかったんですけども、ただなんかね、私が一個どうしてもちょっとって思ったのが、自分の好みに合わないって思っただけなんですけども、たまにチャーハンを作ってくれたんですよ。でそのチャーハンがその天ぷらとかフライとかの揚げ物に使ってるその古い油を結構使って、でそれはいいんですけど、味付けがいわゆる味の素の味の素ってあるじゃないですか。で味の素の中でもハイミーっていうのがあるんですよ。普通に味の素です。味の素を結構ね、結構スプーン何杯っていう結構ね大量に入れるんですよ、そのチャーハンに、その大将が作るの。だからそれがね、私の好み的にちょっと味がね、人工のうまみ調味料が強すぎてちょっときついなって思いながら食べてましたね。でその油も結構使ってたんで、チャーハンっていうか結構べちゃべちゃの炒め飯みたいな、べちゃべちゃでうまみ調味料で味が濃くてみたいな、そういうチャーハンだったんで、ただねまかない食べる時、大体いつもお腹減ってたんで、それでも結構全部完食してたんですけども、ただ味的にはちょっとなーっていうのを思いながらいつも食べてました。申し訳ないんですけどね、せっかくまかない作ってくれたのに。でこうまかないを作ってくれたりとかした時に、たまにねその常連のお客さんとかにね少し出したりとかする時あって、なんでかな、もしくはその常連のお客さんがチャーハン作ってよみたいな感じで、メニューにはないんですけども、常連だからそういうこと言って大将がチャーハン作るんですけど、そのチャーハンね、私たちに出したレシピと全く同じようにハイミーをどちゃくそ入れて作ってんですよね。でべちゃっとしたチャーハンなんですけど、でそれを気に入って食べてる常連のお客さんがいて、これもう大将のチャーハンめっちゃうまいからメニューに入れた方がいいよとか言ってるんですよ。なんかそれを聞いてちょっと私本気でびっくりして、あれ本当にうまいって冗談じゃなく言う人いるんだみたいな。だってわざわざ作ってもらってるんですよ、そのメニューにないのに食べたいから。でさらにメニューに入れた方がいいよって言ってるってどういうことと思って、だから本当に個人差が、この人々の舌っていうのは本当に人によって個人差があるんだなっていうのを実感したんですよね。あんなにハイミーどちゃくさに入れてて、ごめんなさい、あれハイミーって名前で合ってたっけ？味の素なんかハイミーっていうのあるじゃないですか。ハイミーだったかな、白い粉ですよ、味の素の。そうなんかそれで、だから飲食店は大変なんだなって思いました。だからすごくこうなんていうか、いいものを、例えばこの添加物とかも入れずに、すごくこういいものを鮮度よくいいものとして出したとしても、普段からすごい濃い味付けとかこの顆粒だしとかそういうのをすごくたくさん摂取してる人からしたら、やっぱりそれが美味しい味になってしまって、だから多分こう出汁を取ってなんかするみたいな料理とかだとちょっと物足りなく感じちゃうのかなっていうふうに思ったりとかしましたね。だからそういう意味ではこのお金を稼ぐ飲食店、料理屋さんとかって大変だなっていうふうに思いましたね。で単純にバカ舌とかね、そういうんじゃなくても、その美味しい美味しくない、何が好きじゃないっていうのはすごい本当に好みなので、例えばコーヒーに戻ると、すごくこの美
美味しいコーヒーを出すとこでも、そのコーヒーを飲んで好きじゃないって思う人もいるじゃないですか。で、なんだったらコーヒーというそのもの自体が好きじゃないっていう人だっているわけだし、そうそう。だからまあなんかこうプロでね、料理や飲食店をやってる人っていうのはちょっとそこは悩ましいところなのかなって思いましたね。なんていうか、ただ飲食店でもね、その空間を大事にするとかね、単純にこのお金を稼ぐためにっていう部分にフォーカスしてやってる人もいれば、本当にその味を極めるっていうあれでやってる人とかね、いろいろいると思うので、そこはねちょっといろいろそのコンセプトの違いで、そのオーナーさんもいろいろだとは思うんですけども、ただね、人間の舌っていうのは本当にその好みっていうのが人それぞれなので、飲食やってる人も大変だなって思ったよっていう話でございました。ということで、そんな感じで私もなるべく死ぬまで美味しいコーヒー飲みたいから、自分の舌をね大事にしたいなっていうふうに思ってるよっていう話でございます。それではまた。